大変。急に容体を崩して、意識レベルが下がってるの。廊下の向こうから聞こえてきた切迫した声に、院内の空気が一瞬にして張り詰める。倒れ込んだ少年は、まだあどけない顔に苦痛をにじませ、呼吸もままならない様子だ。最初に駆けつけた看護師やスタッフたちは、何とか処置をしようと奔走しているが、原因の特定が追いつかない。どうしよう。もう手が足りないわ。どんな疾患なのか見当がつかない以上、うかつに薬も投与できない。女性医師が苦悶の表情を浮かべながらそうつぶやく。先生、このままではまずいですよ。意識レベルがさらに低下したら。スタッフの声が上ずる。みるみる少年の容体は悪化し、まるで時間だけが残酷に流れていくかのようだ。部外者は退避するようにと指示が飛ぶ中、病院のコンビニでバイトをしていた俺が思わず足を止める。それだったら、すぐに検査とこの処置が必要じゃないですか。高アンモニアの可能性も考慮して、同時に呼吸のサポートを、突如、場違いなことを口走っていた。あなた、一体何者なの？どうしてそんなことまでわかるの？俺は、ここのコンビニで、アルバイトをしているものです。俺の答えに、スタッフたちの目には戸惑いと驚きが混じる。俺が示した処置は、素人の思いつきとは思えないほど的確で、しかも、時間が勝負という要点を鋭くついていたからだ。そして、この緊急時の対応が、俺の人生を大きく変えるきっかけになるのだった。俺の名前は、如月誠。ごく平凡な、地方の桜病院にあるコンビニで、地味なアルバイトをしている。病院に勤めていると言っても、やっていることは品出しやレジ打ち、接客といったごく普通のバイト業務だ。仕事は毎日単調で、午前中に品物を棚に並べては、正午前の忙しい時間帯には、白衣姿のスタッフや入院患者さん、付き添いの家族たちがいっぺんに押し寄せる。俺はいらっしゃいませと繰り返しながらレジをこなし、その合間に、耳栓はどこに置いてる？だの、このコーヒー新作か？と尋ねられるのに対応していく。決して嫌いな仕事ではないし、むしろ患者さんが気軽に頼み事をしてくれるのは悪い気はしない。けれど、どうしても俺は普通のバイトにしては詳しすぎるらしい。ねえ、この風邪薬、うちの子が飲んでも平気かしら？お体の状態によるんですけど、市販薬の成分ですと、アセトアミノフェンやクロルフェニラミンマレイン酸塩が含まれている可能性がありますね。もし咳が長引いているなら、医師の判断が必要かもしれません。そんなやりとりをさらっと口にする俺を見て、嫌に詳しいなと不思議そうな顔をされることも多い。この病院のコンビニでアルバイトを始めてからまだ半年ほどだ。バイト仲間と呼べるほど親しい人もいないが、スタッフの高村だけは初日から露骨に俺を目の敵にしてくる。彼はこの病院のコンビニでサイコさんの社員らしい。如月、次はお前がレジ交代しろ。ああ、はい。単に業務上の指示なら別に気にしない。だが、時折彼は独り言のようにつぶやくのだ。まったく、バイトの分際で一丁前に患者に口出ししてんじゃねえよ。俺たちは医者でも看護師でもないんだぞ。視界の端で、彼が肉々しげにこちらを睨んでいるのがわかる。俺が患者さんに、こうした方がいいですよ、なんて声をかけるのがお気に召さないらしい。病院内のコンビニといっても、外部テナントのような位置づけだから、正確には病院スタッフでもないのだ。医療行為に口を出すなど、言語道断だという考え方、なのだろう。しかし俺からすると、目の前で苦しそうにしている人を見過ごすのは、どうにも落ち着かない。店内で咳込む人がいれば、せめて水を提供したり、薬局コーナーの商品を説明したり、ただ、その時には必ず、医療行為や正確な判断はお医者さんに相談してくださいね、と一言添えるようにはしている。とはいえ、高村さんからすれば、それすら出しゃばりすぎなのかもしれない。バイトとしての範疇を超えていると見られても仕方ないのだが、体が勝手に動いてしまうのだ。高村さん、悪気はないんですよ。ただ俺は、やめろよ言い訳は。余計なことすんな。高村はそう吐き捨てると、商品在庫のチェックに戻っていった。いつものことだ。俺もわざわざ
衝突したいわけじゃない。とりあえずは静かにやり過ごすしかない。そんなある日、店に入ってきたのは、まだ中学生くらいの少年だった。病院の入院着を着ているというのに、ドアを乱暴に押し開けて、周囲を威嚇するような視線を投げている。名前は、高瀬司。この病院で入院中の子だと、なんとなく聞いたことはある。体格はやや細身だが、手をポケットに突っ込んで、肩を張るその様子が、不自然に強がってるように見えた。いらっしゃいませ。何か探してる？俺がそう声をかけると、司はちらっとこちらを一別する。まるで、話しかけんなとでも言いたげな、不機嫌そうな顔つきだ。目つきこそやや暗いが、そこには不良と呼ばれる少年特有のわざとらしい反抗が垣間見える。コツコツとわざと音を立てるように歩いて、棚の商品を乱雑に手に取っては放り戻す。若い看護師が横目で、大丈夫？と心配そうに見ているが、司は気にする素振りもない。炭酸のジュースどこにあんの？ぶっきらぼうな声が聞こえたのは、こちらが根負けして黙りかけた時だった。存在に投げられた言葉に、俺は少し苦笑しながら棚を指し示す。そっちの冷蔵棚だよ。もしまだ体調が良くなければ、炭酸飲料は控えた方が。うっせえよ、いいから。司はぐいっと俺を睨んできた。口出しされるのが尺に触るらしく、司は眉間にシワを寄せ、睨みつけるように俺を見上げてくる。その剣幕に思わず言葉を飲み込んだが、なぜか胸の奥に懐かしさにも似た感情が湧き上がってきて、顔が少しほころんでしまった。何笑ってんだよ。司は俺の反応が気に障ったのか、さらに鋭い目つきで睨んでくる。俺はハッとして首を横に振った。いや、ちょっと、弟を思い出しちゃって。思わず漏らしたその言葉に、司は、は？と、呆れたように鼻を鳴らした。司はそれ以上突っ込むこともなく、小銭を放り投げるようにカウンターへ置くと、一言も発さずに店を出て行った。その背中を見送りながら、俺は胸の奥で弟の姿を重ねずにはいられなかった。昔、俺の弟は、俺の後をちょこちょことついて回る、本当に可愛い弟だった。年も5つほど離れていて、小さな頃から兄貴兄貴って人懐っこくまとわりついてくれた。いつも俺の背中を見て、同じものを食べたい、同じ場所へ行きたい、そう言っては無邪気に笑っていた。だが、ある時期を境に彼は変わり始めた。学校でトラブルが増え、両親とも言い合いばかりするようになり、家に寄りつかなくなる。俺が心配して声をかけるほど、彼はうるせえよと突っぱねたり、わざと乱暴な言葉遣いをしたり。けれど、そんな彼の瞳の奥には、どこか寂しげな色が浮かんでいた。荒れていったのは、誰かに助けを求めていたからなのかもしれない。今となってはそう思う。世間からは不良扱いされても、翔の本質は昔と変わらない優しい子だと、俺は今でも信じているのだ。数日が経った頃、俺はいつも通り、コンビニでレジ番をしていた。夕方の混み合う時間帯も一段落し、店内にはパラパラと数人の客がいる程度。そんな中、ガラスのドアをやや乱暴に押し上げて入ってきたのは、やはり司だった。相変わらず態度はぶっきらぼうだが、以前のような威圧感はやや薄れたように感じる。強炭酸ジュースの棚に行くまでもなく、こちらをちらりと見て、無言でうなずくような仕草をした。あれは挨拶のつもりか？少なくとも、まるっきり無視するわけでもなさそうだ。やあ、調子どう？俺が軽く声をかけると、司は気まずそうに視線をそらす。口を尖らせ、肩をすくめながらも、小声で、別に、と返すだけだった。それでも、大きく突っぱねられないだけ、前よりは少しだけ、距離が縮まった気がする。彼は相変わらず、炭酸飲料を選んでいるが、今日はやけに迷っているようだった。意外にもオレンジ味や甘みの少ないものをじっくり比べたりしている。こっちの方が炭酸の刺激が弱めだし、甘さも控えめだから喉には負担が少ないと思うよ。刺激が強い飲み物をガブガブ飲むと炎症が長引くかもしれないし、今の治療で薬を飲んでるなら糖分や添加物の影響もあるから、ちゃんと医者の許可を取ってからにしてほしいけど。それだけ言うと、司はオレンジの炭酸飲料を手に取り、か細いため息をつくようにレジへ向かった。
会計を済ませた後、ふと彼は小声で、どうも、と言ってから店を出て行った。かすれた声量だったけれど、確かにそう聞こえた。尖っていた彼が、わずかでも感謝の言葉を口にしてくれたことが、妙に嬉しかった。そんなやりとりを一部始終見ていたらしい女性医師が、店の奥からゆっくりと歩み寄ってきた。白衣のポケットには、複数のメモやペンが詰め込まれ、少し疲れたような、それでも、毅然とした雰囲気を漂わせている。ねえ、あなた、ここのバイトさん？患者さんに随分詳しいみたいだけど。声をかけられたのは初めてだった。彼女は最近この病院で評判の若手医師だと噂では聞いていたが、実際に対面するのは初めてだ。その問いかけも、まるでこちらの真意を見抜こうとするように鋭い。けれど、不思議と嫌な感じはしない。あ、はい。病院のコンビニのアルバイトです。朝比奈先生でよろしいですか？俺が名前を口にすると、彼女はほんの少しだけ目を丸くして、すぐに微笑みを浮かべた。白衣の襟から覗くネームプレートには、朝比奈凛の文字。爽やかながらも落ち着いた笑顔が印象的だ。私のこと知ってるの？病院のスタッフから伺ったことがあって、優秀な先生だとか、若いのに責任感が強くてすごいって。買いかぶりすぎだわ。私なんてまだまだ勉強中の身だから。そう言いながらも、彼女の瞳にはしっかりとした自信の光が宿っている。先ほど、司に声をかける俺の姿を見ていたのだろう。朝比奈先生は少し首をかしげ、何かを探るように視線を向けてきた。今、司くんに色々とアドバイスしてたでしょ？普通のバイトさんなら、そこまで患者さんに踏み込まないと思うんだけど、あなた、医療関係の知識があるんじゃない？突然踏み込んでくるその質問に、一瞬言葉を飲み込む。いや、医者でも看護師でもないですよ。ただ、ちょっと勉強してた時期があるというか、自分の家族に医療が必要になったことがあって、独学で色々調べてたんです。だから、やたらと知識だけはあるんですけど、あまり深入りするなって怒られてばかりです。そう言いながら、自重気味に笑う俺に、朝比奈先生は、まっすぐな瞳を向けてくる。表情はどこか優しさと探る気持ちの入り混じったものだ。まあ、詳しいのは悪いことじゃないわ。司くんは、特殊な病気の疑いがあるから、注意深く見守ってあげた方がいいの。でも、あなたの立場だと、確かに難しいわね。少し考え込むようにして、彼女は白衣の裾を払った。そして、まるでいいわねとでも言いたげに、俺を見据える。もし何か気づいたことや、妙な変化を見たら教えてちょうだい。司くんがコンビニに来た時でもいい。私たち医師は毎日あちこち忙しく動き回るから、意外と小さな変化を見落としがちなの。あなたなら彼の様子を把握しやすいでしょ？俺は思わず、と声を上げた。まさかこんな形で求められるとは思わなかったのだ。バイトの身分で病院の患者を見守るなんて、立場的には余計なお世話になるかもしれないが、どうにも、司のことは放っておけない気持ちがある。わかりました。あくまで気づいたことがあればって程度でいいなら、朝比奈先生にも報告しますね。お願いします。あなた、名前は？如月誠です。朝比奈先生は軽く笑顔を浮かべ、よろしくね、如月さん。と言い残して、医局の方へと戻っていった。その後ろ姿を見送りながら、俺はレジカウンターに肩肘をつく。やがて、心の中にぽっかりと生まれた、不安と期待が入り混じった感覚を覚え、静かに息をついた。あれから、朝比奈先生とのやりとりが自然と増えるようになった。もともと、外来や病棟を忙しく行き来している人だから、コンビニに立ち寄る機会も多い。昼の混雑時にサラダやスープを買いに来ることもあれば、夜勤前の一息に軽食とコーヒーを買うこともある。その度に彼女は、如月さん、司くんは最近どう？とか、今日の病棟はこんな感じなのよ。なんて小さな情報交換を欠かさない。最初はこっちも戸惑いながら応じていたけれど、彼女の真剣な表情を見ていると、本気で患者さんに寄り添っているのがよくわかる。院内のコンビニで働くバイトにまで声をかけてくれるのは、決して俺を疑っているだけではなく、患者を支えるための手段を探しているからなんだろう。そう思うと、
彼女のことを少し応援したい気持ちになる。もっとも、高村さんの目は相変わらず厳しい。時々カウンター越しに睨んでくるし、あまり調子に乗るなよとでも言いたげなため息をつくこともある。それでも、朝比奈先生との会話は続いていく。彼女も高村さんが近くにいるときは控えめに会話を切り上げようとするが、病棟からの帰り道でふらりと寄ったタイミングなどは割とゆっくり話すこともできた。そんなある日のこと、閉店間際の店内に朝比奈先生が入ってきた。疲れが溜まっているのか、普段の凛とした雰囲気がやや沈んで見える。小さく、お疲れ様です。と挨拶をしてから、ミネラルウォーターとサンドイッチを手に取り、レジへ来た。今日も遅くまで大変ですね。ええ、ちょっと珍しい症例の患者さんがいて、原因不明の症状って本当に難しいのよね。検査結果はちぐはぐ、症状も定型外、さらに患者本人がいろいろナーバスになっていると、ますます手詰まりになりがち。そうこぼしながら、彼女は眉間に軽くシワを寄せた。俺は商品のバーコードを読み取りながら、なるべく自然な調子で尋ねる。その患者さんって、ひょっとして、司くんのことですか？まあ、それもあるけれど、他にも何人かいるの。特に司くんはいろいろ検査をしたのに確たる診断がつかないまま、複合的な要因が疑われているけど、どうしても最後のピースが見つからない。担当している医師たちも頭を抱えているわ。お釣りを渡しながら、俺は少し声を落として言う。肝臓系の酵素が異常値を示してるんでしたよね。それにしては消化器の炎症反応が妙に低いとか、あと神経症状も出ているんですよね。ええ、意識障害まではいかないけれど、時々錯乱に近い状態になることもある。もし、肝性脳症なら典型的な症状が出るはずなんだけど、それがあまり見られないし。そこまで言うと、朝比奈先生はハッとしたように口をつぐんだ。うっかり素人。いや、一応バイトの俺に専門的な話をしすぎていると気づいたのだろう。彼女は少し恥ずかしそうに視線をそらすが、俺は慌てて、すみません、つい気になって、と頭を下げる。ただ、もし重篤な肝臓トラブルや免疫の関係で血液に影響が出ているなら、違う角度から探ってみるのも、例えば遺伝子レベルの代謝異常とか先天性の、思わず踏み込んだことを言いかけてしまい、自分で言葉を切る。朝比奈先生は一瞬目を見開いたが、意外にも怪訝そうな表情は浮かべなかった。ただ、静かに息をついてからこう言った。あなた、本当に詳しいわね。医療関係者でもなければ、普通はこんなに突っ込んだ話にはついてこられない。いえ、いいの。そういう知識があるなら、なおさらありがとう。私たちが見落としているかもしれないヒントをくれるだけでも助かるから。そう言って、彼女は微笑みを作りながら、サンドイッチの袋を軽く握りしめた。翌日、相変わらず俺は、コンビニのレジや品出しに追われていると、ちょうど外来の合間らしく、朝比奈先生が再び訪れた。今度は、少し早い時間帯で、周囲にスタッフも少ない。彼女は、ミネラルウォーターを手に取りながら、俺の方に歩み寄って声をかける。木更木さん、昨日の話なんだけど、もし何か気づいたことがあったら、こっそり教えてもらえない？気づいたことですか？診断のこともそうだけど、それ以外にでも、患者本人が抱えているストレスとか、生活面の細かなこと、医局や病室では見えにくい変化が、コンビニだと見える場合もあるから。真剣な眼差しの彼女に、俺は少し考え込む。それから言葉を選んで口を開いた。司くんの場合、こないだ炭酸ジュースにこだわっている理由を、それとなく聞いたら、どうも喉の渇きがやたらと気になるって言ってました。水やお茶だけじゃ満たされない感覚があるって、もし代謝異常とか、糖の処理に問題があるなら、そのせいで異様に喉が渇くのかもしれません。なるほど。私もその点は気になっていたの。検査数値だけじゃなく、本人の声をもっと聞かないといけないわね。そう言いながら、朝比奈先生は自分のポケットから小さなメモを取り出し、さらさらと何かを書き留める。その横顔を見ていると、やはり真摯な医者なんだと思う。無駄にプライドを振りかざさず、他者の視点を取り入れようと努力している。先生、結構辛い患者さんを抱えてきたんですか？
難しい症例を扱うと精神的にもきついですよね。俺の問いかけに朝比奈先生は一瞬言葉に詰まる。そこには深く刻まれた何かがありそうだ。しばしの沈黙の後、彼女はメモ帳をしまいながら小さく息をついた。実は少し前まで私、緊急救命の現場にいたの。夜勤が続く中で、次々と重篤な患者さんを受け入れていたら、ある時、どうしても救えない状況に直面してしまって。言葉の端を濁したまま、朝比奈先生は悔しそうに唇を噛んだ。続きが聞けなくても、なんとなく想像はつく。救いに手を伸ばしても、届かなかった患者がいたのだろう。そのことがあってから、正直、自分の診断や判断に自信が持てなくなったの。ここに来てからも、難しい症例に当たると、また助けられないんじゃないかって、不安に苛まれることがある。でも、この病院には、私を必要としてくれる患者さんも多いし、逃げるわけにはいかないわ。瞳を伏せながら語る彼女の姿は、いつもの凛とした意志とは違って、どこか孤独で、心細げに見えた。俺は医者じゃないから、専門的なことはわかりません。でも、先生は諦めようとしてないですよね。それだけは、はっきりと伝わってきますよ。先生が努力してる姿を見てると、こっちまでもう少しできるかもしれないって思えてくるんです。患者さんだって同じなんじゃないでしょうか。先生が向き合い続ける限り、自分も諦めなくて済むって。彼女は黙り込み、真剣な眼差しでこちらを見つめていた。俺は少しだけ視線をそらしながら続ける。ただ、その諦めなさが先生の負担になってしまうこともあると思うんです。頑張りすぎて先生が倒れてしまったら、司くんをはじめ、他の患者さんは余計に不安になるじゃないですか。そうよね。自分の体を酷使して無理をしていたら、結果として患者さんにも迷惑をかけてしまうかもしれない。だから、無理な時は無理って言っていいと思うんです。絶対に救うって決意するのと、責任を全部一人で背負い込むのは違うって、俺は思います。先生は一人の人間なんだし、周りを頼ってもいい。迷ったり自信がなくなったりするのは、先生が真剣だからこそですよ。俺にはそう思えて仕方ないんです。だから、もし司くんが助けてほしいって声を上げた時に、ちゃんと耳を傾けて、無理な時は誰かと協力して、そうやって、ゆっくりでも前に進んでいけばいいんじゃないかな。気づけば、俺は熱っぽく語っていた。朝比奈先生は、そんな俺の言葉に一瞬驚いた表情を浮かべるが、やがてすっと息を吸い込み、小さくうなずく。ありがとう。今まで誰にも言えなかった不安があって、でも、あなたがそう言ってくれると、少し気が楽になる気がする。彼女の声には、かすかな震えが混ざっている。俺は、彼女が不安を口にできる相手になれたことが嬉しく、そして切なかった。もちろん、原因を見つけるって意味では、懸命に勉強して、対応策を探すしかないんでしょうけど、その道のりで先生が壊れちゃったら、元も子もない。先生が立ち止まることを誰も責めたりしないと思います。朝比奈先生は、もう一度だけ大きく息を吐き、俺の顔をまっすぐ見つめた。わかった。あまり焦らず、でも諦めずに、できる限り最善を尽くす。か。うん。それなら、少しやってみる気になれるかもしれない。ありがとう、本当に。その笑顔は、まだどこか儚げだけれど、先ほどよりは力を取り戻しているように見えた。俺もほっとしたように微笑み返した。そんなある日、司の検査データを再チェックしていた朝比奈先生が、もしかして、OTC 欠損症候群の疑いがあるかも、とひらめき、すぐに専門の医師に相談。遺伝子レベルの検査を行う運びとなった。あなたの言ってた代謝異常かもって考え方が、一つの大きなヒントになったわ。彼女は興奮気味に言った。さらに診断が進み、司の病気がほぼ確実に、珍しい遺伝性の代謝異常であることが分かり始めると、朝比奈先生の表情は前よりも明るくなったように見えた。もちろん治療はこれからだし、障害の多い道のりになるだろうが、原因が分かれば一歩前進だ。本当によかった。診断の方針が見えてきて、私もまだまだだけど、ようやく少しずつ救えないかもしれないという恐怖から抜け出せそう。あなたの助言のおかげよ。いえ、俺は先生が頑張ったからですよ。そう言い合いながら、
二人でわずかに笑い合う。朝比奈先生の恐怖が消えるわけじゃないだろうけれど、それでも自分が前に進める手応えを感じてくれたなら、これ以上のことはない。医師としてもう一度自信を取り戻してほしい。俺の中にはそんな願いが生まれていた。そんなある日、俺がバイトの終わり間際にコンビニの在庫チェックをしていると、廊下の方から慌ただしい足音が聞こえてきた。ふと顔を上げると、看護師たちがバタバタと走り回っているのが見える。どうやら何か大きなトラブルが起きたらしい。どうしたんだろう。不穏な空気を感じて店外へ一歩出てみると、ちょうどそこに顔なじみの看護師が青ざめた表情で通りかかった。大変。高瀬司くんが急に容体を崩して意識レベルが下がってるの。さっきまで普通に話してたのに急に呼吸が乱れて、先生たちも原因がわからないって焦ってるわ。司の名前を聞くと心臓が一気に早金を打ち始めた。治療方針が固まりかけていたとはいえ、遺伝性の代謝異常となれば急性悪化のリスクは十分考えられる。もし肝性脳症に近い状態やアンモニア値の急上昇が絡んでいるなら一刻を争うかもしれない。朝比奈先生はどこに？今病棟でバタバタしてるわ。でも検査結果がまだ出揃ってなくて、明確な処置が決められない状態みたい。看護師はそれだけ言うと、急いで司の病室へ向かった。俺は一瞬立ち止まり、思考を巡らせる。もし本当に OTC 欠損症由来の高アンモニア結晶だとしたら、時間が勝負だ。専門医もいるはずだが、当直医との連携がスムーズにいかなければ、手間取るうちに司の状態がどんどん悪化してしまう。病棟の一角に着くと、すでに司のベッドの周りには、数名の医師や看護師が集まり、慌ただしくモニターや点滴の確認をしている。だが、その顔ぶれは、当直医や研修医、他の病棟から応援に来た医師が多いのだろう。朝比奈先生もいるが、見たことのない年配のドクターと、何やら押し問答をしていた。先生、肝臓由来の高アンモニア結晶が疑われるなら、早急に血液ガスをチェックして、アミノ酸製剤を。いや、肝不全だけじゃ断定できない。まずは脳波や CT で他の異常を排除してからだ。状況が錯綜している。司は呼吸が乱れ、硬直しているようにも見える。唇はうっすら紫色を帯び、目は焦点が定まっていない。危険なサインだ。朝比奈先生は何とか上級医を説得しようとしているが、相手は慎重派のようで、処置に踏み切るのを躊躇している。このまま時間をかけていたら、アンモニアが脳を侵して、取り返しのつかない状況になるかもしれない。焦る気持ちで一歩踏み出したとき、周囲から、誰だお前は、部外者は引っ込んでいろ、という困惑の声が上がる。でも俺は、それどころじゃない。司の顔色、呼吸、脈拍、どれをとっても緊急処置が必要だと告げている。先生、彼は OTC 欠損症の可能性が高いんですよね。だったら今は、脳症状進行を防ぐために、早急にアンモニアを下げる処置をしないとまずいはずです。話し合ってる暇はありません。思わず大声が出た。朝比奈先生がこちらを見て、一瞬驚いたような表情を浮かべる。周囲の医師や看護師、さらには駆けつけた高村さんや他のスタッフまでもが唖然として俺を見つめていた。お前、なんでそんなこと知ってるんだ？誰かの低い声が耳に入る。答えるより先に、俺は司のベッド脇へ駆け寄り、モニターに映る値を確認した。先生、このままだと脳に不可逆的なダメージが及ぶ可能性があります。まずは点滴ラインから高アンモニアを抑制する薬剤。具体的には乳酸リンゲルを控えめにしつつ、ナトリウムベンゾエートやアルギニンを併用して血中アンモニアを下げる措置を急いでください。加えて、透析の準備も視野に入れるべきです。我知らず、指示を出してしまう俺に、当直の医師たちは明らかに面食らっている。だが、現場経験のある者なら、このままの放置がいかに危険かはわかるはず。誰かが、そんなの勝手に決められるか、と声を荒げようとしたとき、朝比奈先生がすかさず口を開いた。私が責任を持ちます。急ぎ準備を。検査を完璧に待っていれば手遅れになるかもしれません。患者の急変を防ぐのが最優先です。彼女の強い口調に、その場の空気が一気に張り詰める。上級医らしき年配のドクターは、困惑したような表情を浮かべているが、一拍置いてしぶしぶ、わかった、やってみろ。と、了承した。それを皮切りに、看護師たちが一斉に動き出し、点滴ラインの変更や薬剤のオーダーへ取り掛かる。
バタバタと慌ただしくなる中、ふと視線を感じて振り返ると、そこには高村さんがいた。いつもは不機嫌そうに俺を睨んでばかりの彼だが、今は唖然として口を開きかけている。そして、ようやく絞り出すように言葉を発した。おい、キサラギ、お前、一体何者なんだ？その声に、他のスタッフたちも注目する。みんな、同じ疑問を抱えているのだろう。このままでは、混乱が広がるだけなので、俺は小さく息を吐いた。俺は、昔、医者をやっていました。今は事情があってバイトに入っていますが、とにかく、司くんを救うためには、一刻も早くアンモニア値をコントロールしなきゃならない。手順は分かってるんです。どうか、急いで準備を続けてください。その言葉が、引き金になったのか、周囲は一瞬ざわついた。医者だった。嘘だろ？ただのバイトじゃなかったのか？本当なら手伝ってもらえ。混戦する声の中で、朝比奈先生が、彼は患者の状態を的確に把握しているわ。疑うなら後にして、と、鋭く言い放ち、現場をまとめるよう指示を飛ばした。怒涛の処置が始まった。アンモニアを排泄させる薬剤の投与や、必要に応じた輸液バランスの調整。医師たちが連携して総力を挙げる。朝比奈先生は冷静に指揮を取りながらも、要所要所で俺に目を向けて確かめるように頷く。すると、やがて司の呼吸がやや安定し、急激に上がっていたアンモニア値も少しずつコントロールの兆しを見せ始める。一歩間違えれば手遅れになっていたかもしれないが、なんとか今はしのいだ。看護師たちが安堵の吐息を漏らし、朝比奈先生もほっと力を抜く。よかった。命はつなぎ止められそうだ。あとは、より専門的な治療ができる施設へ移すしかないわね。上級医も含め、数名の医師が手配を進めている。司を転院させれば、より高度な設備で詳しい処置が受けられるだろう。これで最悪の事態は回避できるはずだ。しばらくして、血圧と呼吸が少し安定した司が、うっすらまぶたを開いた。まだ意識ははっきりしないが、ベッドサイドで看護師や医師たちが呼びかけているのがわかるらしい。俺もそっと顔を覗き込むと、彼はか細い声で、コンビニの、と囁いた。司、もう心配いらない。すぐに設備の整った病院に移れるから、しっかり休んでくれ。そう声をかけると、司はかすかに首を動かし、まるで何か言いたげに唇を震わせる。はっきり聞き取れないが、俺はなんとなく、ありがとう、と聞こえた気がした。緊急搬送の準備が整い、司のベッドがスタッフたちによって廊下へ運び出されるまで、俺はその場に立ち尽くしていた。張り詰めていた気が一気に解け、膝が震えそうになる。医療の現場から離れていた時間が長いとはいえ、人の命がかかった場面の緊迫感は体に染みつくほど覚えているものだ。あれから数日後、いつも通りコンビニでバイトをこなしていると、不意に白衣姿の朝比奈先生が店に入ってきた。忙しいはずの外来の合間を縫って来たのだろう。軽く会釈を返すと、彼女はしっかりとした足取りで俺に近づいてくる。如月さん、今いいかしら？真剣な表情を見て、ただごとじゃないと察する。バイト仲間や病院スタッフの目を気にしながらも、少し外で話せますか？と、彼女は小声で促してきた。俺はレジを他のスタッフに任せ、廊下の隅に移動する。どうしました？この前のこと、まだ感謝しきれないくらいだわ。司くんの一件を契機に、院長先生とも話をしていたの。あなたが、もしまた医療の現場に戻ろうと思っているなら、うちの病院で受け入れを検討したいって言ってくれてるの。え？あまりに突然の申し出に、思わず言葉を失う。朝比奈先生は、まっすぐこちらを見つめたまま、言葉を続ける。院長も最初は戸惑っていたけれど、私があなたの働きを伝えたら、ぜひ話を聞いてみたいって言ってくれたの。もちろん、まだ詳しくは詰めてないけど、あなたが望むなら、正規の研修医、あるいは医師として復帰できる可能性はある。私たちも、あなたの知識や技術を活かしてほしいと思ってる。俺なんかにそこまで。俺は戸惑い、目を伏せる。周囲に人の気配を感じるたび、妙な居心地の悪さを覚えた。コンビニ店員の肩書きでこそ、過ごしてきたが、この病院に本物の医師として迎えられる、だなんて、想像すらしていなかったからだ。朝比奈先生は、そんな俺の様子を見て、
やんわりと微笑む。いろいろあったのはわかるわ。でも、あなたの実力は本物よ。あの日の処置がなければ、司くんの命は危なかったもの。周りのスタッフも、あなたにはもっと医療に関わってほしいって言ってる。彼女はそう言って、急に決めろなんて言わない。と、優しく言葉を添えてくれる。だが、俺の胸には、次第に重苦しさがこみ上げてきた。今更医者に戻っていいのか。いや、そもそも戻る資格なんてあるのか。混乱する頭を抱えたまま、なんとか返事をしようと口を開きかけた時だった。コンビニの方から怒りを含んだ声が響いてきた。へえ、ずいぶん持ち上げられてるんじゃないか、キサラギ。振り向くと、そこには高村さんが立っている。相変わらず険しい顔つきで、こちらを睨んでいた。高村さん。朝日野先生、この男が医者に戻る？それは院長にも話を通してるって？いいんですかね？そんな危ない話を安易に進めても。だってこいつは。高村さんはちらりと俺を見て、不敵に唇を歪める。その目には何やら確信めいたものが宿っていた。嫌な予感が走る。彼は必要なまでに俺の動向を気にしていたし、以前から何かを嗅ぎ回っているような様子も感じていた。高村さん、何を言いたいんですか？朝比奈先生が問いただすと、高村さんはふっと鼻で笑い、スマートフォンを取り出す。こんな資料を見つけてな。以前大学病院で医療ミスを起こして大問題になった若い医師がいる。名前は X とか言ったかな。結局訴訟沙汰になりかけて病院を追われたらしいが、そのまま行方をくらませたと聞いた。ところが驚いたことに、その医者と如月がどうも一致するんだよな。周囲がざわめく。たまたま通りかかった看護師やスタッフも足を止め、こっちを注視しているのがわかる。そっと朝比奈先生の顔を盗み見ると、彼女は、そんなわけない、とばかりに首を振っている。しかし、高村さんは一歩も引かない。嘘だろ？あんな大問題を起こした医者が、うちの病院に潜り込んでたのかよ。廊下は混乱の渦だった。高村が大声で、X の正体はこいつだと暴露した瞬間、周囲のスタッフたちは皆動揺し、嫌悪や警戒、あるいは純粋な驚きの眼差しを一斉に俺に向ける。そうした視線を浴びる中、俺は唇を強く噛みながら黙っていた。そんなわけない。最初に声を上げたのは朝比奈先生だ。彼女は戸惑いに満ちた表情で高村を睨みつける。証拠もないのに勝手なことを言わないで。私は彼を信じてる。彼は患者を救ったのよ。何が大問題を起こした医者よ。しかし、高村は勝ち誇ったようにスマートフォンの画面を見せつけた。そこには、かつて医療雑誌や週刊誌が取り上げた医師 X のスキャンダル記事が写っている。見出しには、若手エースによる医療事故か、病院と揉めて自主退職というようなセンセーショナルなフレーズが並んでいた。いくら医局を辞めた医者が腐るほどいるとはいえ、ここまで経歴が一致する奴はそうそういない。しかも顔写真を探してみたら、どう見ても如月と同一人物だ。いやー、とんだ隠し玉がいたもんだな。看護師たちが息を飲む気配が伝わる。静まり返った空気の中、ようやく俺は重い口を開いた。朝比奈先生、皆さん。高村さんの言う通り、過去に X と呼ばれていた医者は、俺です。隠していてすみませんでした。その瞬間、朝比奈先生の顔が絶望に染まる。周囲からは、嘘だろとざわめきが起きる。誰かが、じゃああの医療事故はと、小声で口にしたのをきっかけに、声なき疑念がさらに膨らんでいく。高村は勝ち誇った様子で、揶揄するように続ける。ほらな、こんな危ないやつここに置いといちゃ、病院の評判がガタ落ちだろ。下手すりゃマスコミに嗅ぎつかれて、またスキャンダル騒ぎだ。院長先生だって、そんなリスクを背負うわけにはいかないはずだぜ。わかっています。俺もこれ以上、ご迷惑はかけられない。だから、もうここを去ります。静かに頭を下げる俺に、ちょっと待ってよ、と声を張り上げたのは、今にも泣きそうな朝比奈先生だ。あなたがいたから、司くんは助かったのよ。私はあなたを信じてる。たとえ過去に何があったとしても、本当に大きな医療事故を起こした人とは思えない。詳しい事情も聞いてないのに、一方的に去るなんておかしいわ。先生、ありがとうございます。でも、これは、俺の責任です。
あの時起きたトラブルは決して小さくなかった。何より、俺がここにいるだけで、病院に負担をかけるなら、本末転倒です。あの日の恐怖が頭をよぎる。マスコミの報道、患者家族の怒り。それに対応しきれず俺は逃げるように病院を去った。結局、同じことを繰り返そうとしているのかもしれない。それでも、今は他に道が浮かばなかった。周りにこれ以上の迷惑をかけたくない。それが、俺の本心だった。朝比奈先生が何か言いかけた、その時。突然廊下の奥から足早に近づいてくる人物の気配があった。制服姿の男性が数名。警察官だ。先頭に立つのは白髪混じりで恰幅のいい年配の男性。いかにも、捜査一筋で慣らしてきたような雰囲気が漂っている。彼は病院スタッフの視線を気にも留めず、まっすぐこちらへ向かってきた。失礼します。この病院に医師 X と呼ばれた方がいると伺いましたが、如月誠さんでよろしいですよね。固い口調で問いかけるその警察官に、俺は思わず身がすくむ。あちこちから向けられるスタッフたちの視線が痛い。後ろめたい気持ちが胸を締め付けるが、もう嘘をつくわけにはいかない。ごくりと唾を飲み込みながら、なんとか声を出した。はい、私です。周囲が一気に緊張をはらんだ空気に包まれる。高村さんや看護師たちは、まさか逮捕されるのか、またスキャンダルになるのか、と言わんばかりの顔つきだ。朝比奈先生は、動揺を隠さず黙り込んでいる。そんな沈黙の中、年配の警察官は、厳かな面持ちで一礼してから、静かに続けた。私は県警の捜査一課に所属する松永と申します。実は数年前、とある医療事故として扱われかけた案件について、新たに再調査が行われていましてね。その件であなたに直接お伝えしたいことがあって参りました。再調査ですか？思わずオウム返しになる。頭に浮かぶのは、俺が医師 X として追われるきっかけになったあの事件のことだ。病院内で起きた器具破損や患者トラブル、そして原因を問われた医療ミス疑惑。最終的には大ごとにはならなかったが、俺は疑いを拭いきれないまま医局を去った。今更それを捜査し直しているというのか。周囲が息を詰めて見守る中、松永警部は手帳に挟んだ資料を取り出し、慎重に言葉を選びながら言った。当時は医師 X が医療事故を引き起こしたという報道こそあったものの、詳しい原因究明は病院側の管理問題やマスコミの対応の都合で曖昧になっていました。遺族や関係者が追及しきれなかったせいで、あなたが真実を語る機会も奪われたままだった。それが先日、ある筋からの情報提供で再調査を始めることになったのです。情報提供。警察官の言葉を反芻する俺の前で、彼は小さくうなずき、視線を緩やかにこちらへ向けた。周囲の看護師やスタッフたちは息を詰めたままその様子を見守っている。突然の警察の訪問だけでも動揺が大きいというのに、医師 X と呼ばれた俺に関する新証拠だなんて、一体誰が何のために？そう疑問を抱く間もなく、警察官は続ける。その場にいた全員が息を飲むように耳を傾ける中、彼の背後にもう一人、若い警察官の姿があった。制服姿こそ板についているものの、どこか緊張を漂わせたまま、視線をうまく定められずにいる。俺がその顔をよく見ると、懐かしい面差しが目に飛び込んできた。翔。弟の名を呼ぶと、彼は少しだけ苦々しそうに唇を噛み、それから決心したように一歩前へ進み出た。周囲のスタッフたちは、弟と、怪げそうに囁き合う。弟はうなずき返す代わりに、まっすぐこちらを見つめ、かすかに口角を引き上げた。兄貴、いや、如月誠医師、すまない。こんな形で過去を暴くことになって、今度は年配警部が弟に向き直る。紹介が遅れたが、こちらは県警に配属されて、まだ日が浅いが優秀な巡査だ。今回の再調査も彼からの強い要望がきっかけだった。我々が情報提供者と呼んでいたのは、実は彼なんだよ。弟が情報提供者だった。その事実に、俺だけでなく、廊下にいたスタッフ全員がどよめいた。高村も朝比奈先生も、驚いたまま声を失っている。弟は深く頭を下げ、それから意を決したように言葉を継いだ。俺は、数年前に病院で大暴れした張本人だ。覚えてるだろ、兄貴。怪我の治療なんかいらないって突っぱねて、偉そうな医者や看護師に食ってかかって、
そう言いながら弟は悔しそうに笑う。彼の言葉を聞いた瞬間、遠い過去の光景が脳裏に蘇ってきた。あの夜、喧嘩をして大怪我をした弟は、急患として俺が勤務している大学病院に運ばれてきた。処置が必要なのに、看護師が懸命に静止しても、ほっとけよと怒鳴り散らし、近づく意志を突き飛ばしてしまう。とにかく荒れに荒れていた。その声に気づいて駆けつけた俺が、じっとしてろと叱責しても、兄貴に指図される筋合いはねえと反発して暴れる一方で、その表情にはどこか恐怖や焦燥が滲んでいた。あの頃の弟は家庭でも学校でも問題を起こしていて、親や教師からの説教に耳を貸さなかった。兄である俺に対しても、幼い頃の兄貴大好きという無邪気な感情は消え失せ、ただの鬱陶しい存在としか思っていなかったのだろう。無理に抑えつければ、さらに感情を爆発させる。下手をすると、点滴スタンドや医療器具を倒してしまいかねない。そう思うと、こちらも強く言えず、どうにか場をなだめようとするしかなかった。あの時に医療器具を壊しかけたのは俺だ。もし完全に壊れていたら、重篤な患者さんが使うはずの器具だったのかもしれない。下手をすれば、取り返しのつかないことになっていた。弟の告白に、廊下の空気がさらに張り詰める。朝比奈先生は唇を噛み締め、高村や他のスタッフたちも厳しい表情で耳を傾ける。弟はぎこちなく視線を伏せ、続ける。あの時、病院側が損害賠償を請求するとか、警察沙汰にするとか言い出して、俺はビビった。けど兄貴が自分のミスだったって言ってくれたんだ。それで弟が暴れたなんてことは、病院の公式報告にはほとんど載らず、結局、もみ消された形になった。俺は高校も退学にならずに済んで、なんとか更生しようって考えた。でも、その直後に、兄貴が医療ミスを起こした自己医師として報道されて、病院を追われたって聞いて、正直訳がわからなかった。弟は拳をぎゅっと握りしめ、悔しそうに奥歯を噛む。そこには、かつて不良行為を続けていた少年の面影はなく、すっかり大人になった姿があった。後で知ったんだ。兄貴が病院の不正なお金の流れを告発しようとしていたことを。で、教授や上層部に目の敵にされていたことも。弟がそう言った瞬間、脳裏に遠い記憶が蘇る。ある夜、当直後に仮眠を取り損ねて、疲れた頭で書類の整理をしていた時のことだ。ちょうど翌日の会議用データをまとめようとパソコンを開いていたら、なぜか封筒の山の隙間から一通の請求書がひょいと顔を覗かせた。最初は何気なく拾い上げただけだったのだが、見れば見るほど不自然な額や名目が並んでいる。医療研究費の名目で異様な金額が外部に流れていたり、誰も知らない謎の業者に莫大なコンサル料が支払われていたり、どう見ても正当な人には思えない。なんだこれ。疲労も相まって頭が混乱し、思わず独り言が漏れた。そこへ偶然、同僚の研修医が通りかかって、どうしたんだと声をかけてきた。俺は請求書を見せながら、これってなんか変だよな、と尋ねた。すると彼は顔色を変え、口ごもりながらこう言ったのだ。それ、あまり深追いするなよ。聞いた話だけど、教授たちはいろいろと裏があるらしい。新人が首を突っ込むと痛い目を見るぞ。その時はにわかに信じがたかった。大学の教授ともあろう人物が不正まがいの金の流れを許している、など。でもどうしても見過ごすわけにはいかなかった。何より真面目に働いている同僚や看護師たちの努力がこうした裏金で汚されているように感じて、どうにも腹の虫が収まらなかったのだ。翌日、俺は意を決して教授の部屋を訪ね、封筒の中身を突きつけた。夜勤明けの頭痛を押しこらえながら、これはどういうことですかと問いただすと、教授は眉を潜めて書類をざっと眺める。それから、含みのある微笑を浮かべながら、椅子に深く腰掛けた。如月くんまだ若いね。これは研究費として必要な出費なんだよ。もちろん詳細は君が知る必要はない。医局運営というのはね、いろいろ複雑なんだよ。君も長くこの世界でやっていきたいなら、あまり波風を立てない方が賢明だ。教授の声は穏やかなものだったが、その目つきは冷たかった。胸の奥がヒヤリと冷える。けれど、そこで引き下がるわけにはいかなかった。自分なりに調べた不正の兆候を一通り話し、このままじゃ病院や患者にとってもマイナスですよ、と訴えた。すると教授は、最初は静かに聞いていたが、
突如として机をバンと叩き、鋭い声を張り上げる。君のような下っ端が一体何を分かっている？これ以上余計な詮索をするなら、いい局にいられなくなるぞ。覚悟はいいのか？明らかな威圧の色が滲んでいた。それでも俺は引けなかった。患者のためにも、病院のためにも、この不正を見過ごすわけにはいかない。その場は教授と口論になりかけ、同僚たちが慌てて仲裁に入って、一旦引き下がる形になったが、あれが、俺が本格的に疎まれるきっかけになったのは間違いないだろう。そんなことがあった直後、弟が病院に担ぎ込まれ、あの騒動が起きた。弟が医療器具を壊しかけ、大問題寸前まで発展した事件。教授たちはそれを知ると、ここぞとばかりに、如月は患者対応を誤った。医療ミスを起こしたと大々的に広めた。自分たちの不正を追及されないために、俺をスケープゴートに仕立て上げたのだ。最初は、弟の損害賠償をチャラにしてやるから、医局をやめろと言われた。弟を守るためなら、と思っていたら、いつの間にか医師 X という名で、世間にさらされる騒ぎになっていた。そこで初めて、彼らが本気で俺を潰しにかかってるんだと気づいたけど、もう遅かった。思い出すだけで苦い気持ちがこみ上げる。あの時もっと手を打っていれば、証拠を握ってメディアに流すなり、内部で協力者を募るなり、方法はあったのかもしれない。けれど、俺は弟のトラブルの後処理に一生懸命で、ゆっくり対策を練る余裕もなく、ただ押し流されるまま、病院を追われてしまった。それで俺は警察官になった。いずれ兄貴の潔白を証明してやるってずっと思ってた。時間はかかったけど、ようやくその機会が来たんだよ。上司にも頼み込んで、当時の事件を一から洗い直してもらった。すると、教授たちのずさんな管理とか、裏金疑惑が浮上して、兄貴の医療ミスだって裏付けがないことが分かったんだ。弟はそこで言葉を切り、俺の方をまっすぐ見つめた。その瞳には、かつての反抗的な光はもうなく、どこか申し訳なさと決意が入り混じっている。悪い兄貴。あん時兄貴を巻き込まなけりゃ、こんなことにはならなかったのに。おかげで兄貴は医者としての道を断たれた。俺は更生しようって警察になったけど、それでもずっと兄貴への罪悪感が消えなかった。だから今度こそ、こうして事実を明らかにして、兄貴の名誉を取り戻してやりたいんだ。弟が深く頭を下げると、周りの病院スタッフたちも息を飲んで見守る。高村は気まずそうに顔を背け、朝比奈先生は涙を浮かべたまま小さく震えている。そんな空気の中、年配警部が静かに話を引き継いだ。君の弟さんは、新任ながら熱心に捜査資料を洗い直し、追加の証拠を集めてきました。我々も当初は半信半疑でしたが、彼の証言と調査を合わせた結果、これは医療ミスなどではなく、病院側の都合による虚偽の報告と見る方が妥当という結論に近づきつつあります。もちろん正式な捜査はまだ続きますが、如月先生、あなたの無実が証明される日は遠くないでしょう。膨れ上がっていた誤解がようやく崩れ落ちていく実感がある。俺はあの日以来、ずっと息苦しさを抱えて生きてきた。弟のために責任をかぶったつもりが、不正に手を染める教授たちの道具として利用され、二度と医療の道を歩けないかもしれないと思うほど追い詰められた。そして結局、自分自身も完全に弟を救うことはできなかったのではないかと悔やんできた。けれど、もうその重荷を背負い続けなくてもいいのかもしれない。弟は立派に警察官として生きていて、こうして俺を守るための証拠まで用意してくれた。弟の姿を見つめながら自然と胸が熱くなる。翔、ありがとう。お前が立ち直ってくれただけでも十分だったのに、こんな形で。言葉が続かず、俺は唇を引き結ぶ。そんな俺の姿を見た弟は小さく笑みを作った。兄貴に救われたのは、あん時だけじゃない。そもそも俺を立ち直らせたのは、兄貴の存在そのものだった。だから今度は俺が、兄貴の無実を証明して返してやらなきゃ、と思ったんだ。その言葉に、朝比奈先生は目元を拭いながら、よかった。本当によかった。と、震える声を漏らしている。周囲のスタッフたちも、かすかな安堵の息をついていた。年配警部は最後に、捜査はまだ続きますが、ご協力お願いします。とだけ言い残し、制服警官たちを連れて去っていく。廊下には、俺と弟、朝比奈先生、そして病院スタッフたちが残った。弟は警部に一礼してから、改めて俺に向き直る。じゃあ俺も行くよ。
上司とやることはまだ山積みだからな。兄貴、医者に戻る気あるんだろ？答えをせかすような弟の問いに、俺はゆっくりと息を整え、はっきりと答える。正直、まだ怖い気持ちはある。もう一度白衣を着て、患者を救う立場に戻れるのかどうか。でも、あの日の俺と、今の俺は違う。やっぱり俺は、治療することを諦めきれないんだ。だから、もし、それが許されるなら、戻りたいと思ってる。弟は満面の笑みを浮かべ、警察帽を軽く持ち上げて、そっかとだけ言ってから、きびすを返す。その背中を見送りながら、俺の胸には確かな光が差し込んでくるのを感じた。もう医師 X ではない。自分の名前で、再び医療の世界に向き合えるかもしれない。キサラギさん。そっと袖を引っ張るのは朝比奈先生だ。彼女は涙を拭いながらも、どこか安心した表情を浮かべていた。長い時間がかかるかもしれない。でも、私は全力でサポートするから。あなたが戻ってきたいと思ったら、ぜひこの病院で一緒にやりましょう。逃げないで。もう一度患者さんのために力を貸してほしい。熱いものがこみ上げてくる。俺は言葉に詰まりつつも、小さく笑ってうなずいた。周りのスタッフも、ぎこちなくも温かい視線を向けてくれている。今度こそ俺は、自分の足で前へ進むと決めた。弟がくれた再調査の光が、きっと、俺たち兄弟のわだかまりだけでなく、この病院の闇までも照らしてくれるだろう。そして、遠ざかっていく、警察姿の背中を見つめながら、胸の奥で静かにつぶやくのだった。ありがとう、翔。お前は立派に俺を救ってくれた。今度は俺が、もう一度、医者として誰かを救うために、全力で立ち上がってみせる。大学病院の調査が本格的に動き始めてから1ヶ月ほどが経った。警察や第三者委員会の立ち入りもあり、かつて俺をスケープゴートにした教授と、その取り巻きたちは次々と不正の証拠を突きつけられ、ついに責任追及は避けられない状況となった。あれほど傲慢だった教授が、テレビカメラの前でしどろもどろに弁明する姿を見た時には、何とも言えない気持ちになった。その後、大学病院の不正が、白日のもとにさらされるにつれ、マスコミは医師 X は冤罪だったと大々的に報じ始めた。俺の名誉は少しずつ回復し、正式な捜査結果も医療ミスではなく組織的な隠蔽工作があった可能性が高いという結論へと収束していく。翔からは、やったな兄貴と電話があり、彼が満足げに笑う声を聞くと、自然と俺の目頭が熱くなった。ようやく、すべてが明るみに出るんだな。そんな考えにふけりながら、俺は桜病院の廊下を歩く。あの騒動以来も、バイトのシフトには入り続けていたが、もうただのコンビニ店員としての俺を疑問視する人はいなくなった。むしろ、朝比奈先生や病院スタッフの後押しもあって、正式にここで医師として復帰するという手続きが進められている。院長も、過去の不遇に同情するわけじゃないが、彼は本物の腕を持っている。と言ってくれたのだ。今は手続き書類の確認や資格更新の段取りで大忙しだが、それでも失われた道を再び歩めるのだと考えると、不思議な高揚感がこみ上げてくる。廊下の先に見えるのはいつものコンビニ。だが今日はバイトとしてではなく、ひとまず挨拶に立ち寄るだけだった。少し前から店長や他のスタッフには事情を説明しているし、これからは医師として勤務するまでのつなぎに入る形。そこへ足を踏み入れた途端、いつもは憎まれ口ばかり叩いていた高村さんの姿が視界に入った。おう、来たのか。レジカウンターの向こうにいる高村さんは、何やら落ち着かない様子で商品棚をいじっていた。俺が、こんにちはと声をかけると、彼はちらりとこちらを見て、わざとらしく鼻を鳴らした。相変わらずツンとした態度、かと思いきや、その視線には、以前のような敵意や憎しみは見えない。高村さん、いろいろお騒がせしてすみませんでした。俺が隠し事をしていたせいで、ややこしいことになっちゃって。頭を下げると、高村さんは、商品棚に手をかけたまま、動きを止めた。しばしの沈黙の後、小さく息を吐く。いや、いいんだよ。お前は患者を救うために行動しただけだ。俺がムキになってバイトの分際で、余計な口出しするな、なんて、バカみたいに絡んじまったのは事実だしな。いつになく素直な言葉に少し驚く。高村さんは気まずそうに目を伏せ、そのままぽつりと続けた。実は俺、高校の頃に医者を目指してたんだ。だけど、成績も金も足りなくて、結局諦めた。
で、どうにか病院関連の仕事に就ければって考えて、このコンビニに入社して踏ん張ってきた。最初はそれでも医療の現場に近づけるって自己満足してたんだよ。だが、お前みたいに知識もあって、医療に対して真剣な奴が現れてみろ。俺には眩しすぎて正直、妬ましかったのかもしれない。言いにくそうに吐き出す高村さんの声には、かすかに悔しさと憧れが混ざっているのがわかる。いつもいがみ合っていた彼の本心が、ここに来てポロリとこぼれ落ち、それが妙に胸に響いた。だからといって、お前を攻撃していい理由にはならないけどな。悪かったよ。最後にそうつぶやくと、高村さんは無造作に棚のチラシを握りしめたまま、こっちを見上げた。その顔は少し好調しているが、どこか吹っ切れたようでもある。俺はふと口元を緩め、緩やかに頭を下げる。わかりました。高村さんにもいろんな思いがあったんですね。正直、俺はあんまり根に持ってないですよ。むしろ自分と向き合うことができて、ああいう形でしたけど、機会をくれてありがとうございます。すると、高村さんはむっつりした表情のまま、棚にかけていた手を止めて低くつぶやいた。お前そういうとこだぞ。たく、普通だったらもっと腹を立ててもいい状況だろうに。当たり前みたいに許すからよ。こっちとしては調子が狂ってもんだ。一見、ぶっきらぼうに聞こえる言葉の奥には、どこか居心地悪そうな照れくささが滲んでいる。俺が、っと聞き返すと、高村さんは目をそらしながら、ポリポリと頭をかいた。まあ、人間ができてるっていうかよ。お前みたいなのを見るとさ、俺なんかが、つまんねえ意地張ってたのが馬鹿らしくなる。だから、本当に悪かった。最後の言葉はほとんど聞き取れないほど小さかったが、それでもしっかりと誠意が伝わってくる。思わず胸が熱くなり、俺は軽く首を横に振って笑った。それでお前、いつからこっちの病院で正式に働くんだ？まだ事務手続きが終わってなくて、すぐってわけにはいかないんですけど、早ければ来月には研修医みたいな扱いで再スタートできると思います。そっか。まあ、せいぜい頑張れよ。お前なら絶対に大丈夫だから。俺は、ありがとうございますと答え、再び店を後にした。コンビニの扉が閉まる瞬間、一瞬だけ見えた高村さんの横顔は穏やかなものだった。その日、病院の屋上へ上がると、ちょうど風が肌を撫でて通り過ぎていった。日没が近づいて、空がほんのりオレンジに染まる中、視界の端に白衣姿の朝比奈先生が立っているのが見える。急ぎ足で近づくと、彼女は手すりにもたれかかるようにして、小さく息を吐いていた。大丈夫ですか？ちょっと息抜き。今日も外来がバタバタで、気がついたら休憩を取り損ねてたから。そう言って笑う彼女の表情は以前よりずっと明るい。司が転院してからも、彼女は難症例の患者を懸命に見ていたが、それでも焦燥や孤独感に苛まれていた頃とは違う、落ち着きを感じさせる。司くんの状態順調みたいですね。血中アンモニアの数値も落ち着いてきたって。転院先の専門医から連絡をもらったの。これからは定期的な通院と投薬管理が必要だけど、重篤な発作に怯える可能性は大幅に低くなった。元気になったらまたここへ顔を出してくれるかもね。朗報に俺も心が弾む。司がふらりとコンビニにやってくる姿を想像すると、少しだけ懐かしい気持ちになった。それで、あなたの方は例の手続きはどう？彼女が遠慮がちに尋ねるので、俺は小さくうなずいた。はい、院長先生や朝比奈先生が動いてくださったおかげで、近いうちにこの病院で医師として復帰できそうです。夢みたいですよ。そりゃちょっと怖いですけど、もう逃げたくないんです。すると朝比奈先生は、はにかんだような笑顔を浮かべた。その瞳には、以前にはなかった穏やかな光が宿っている。逃げるどころか、きっと素晴らしい医者になるわ。私、あなたが患者に向き合う姿をずっと見てきたもの。誰よりも優しい目で、でも妥協しないで相手を助けようとする。私もそうありたいと思ったから。そう言った後、彼女は少し言いにくそうに目を伏せる。あの時、私が抱えてた不安を打ち明けられたのも、あなたのおかげ。実を言うと、あなたと話してるうちに、自分が随分楽になっていくのを感じたわ。救命で救えなかった患者さんのこと、ずっと引きずっていたのに、ようやく前に進めそうな気がする。胸が熱くなる。弟に救われた俺が、朝比奈先生の心も少しだけ救えたのなら、それは何よりの喜びだった。ふと視線を交わすと、
夕日を背にした彼女の横顔が、やけに綺麗に見える、強く、そして優しい医師としての彼女に、俺はいつの間にか強く惹かれていた。先生、俺、言葉を選ぼうとしても、うまく声にならない。すると彼女は、かすかな笑みを浮かべ、こちらに向き直った。落ち着いたら、二人で食事でも行かない？いろいろ話したいことがあるの。例えば、司くんのこれからのこととか、あなたの将来のプランとか、それから、私たち自身のことも。夕焼けの風が、そっと髪を揺らし、彼女の方を染めている。思わず、俺の心臓がドキリと跳ね、けれど、優しい安心感に包まれる。ああ、ぜひ、俺も先生ともっと話がしたいんです。これから先のこと、隣で一緒に考えていけたら、すごく嬉しい。照れ隠しに視線を外しながら、それでもはっきりと答えると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。そして、晴れて医師として復帰した俺は、朝比奈先生と共に、病院の患者たちと向き合う日々を歩み始めた。もちろん課題は山積みだ。長いブランクのせいで学び直さなければならない知識も多いし、現場の流れを把握するのにも苦労している。けれど、決して一人ではない。院内の同僚やスタッフが支えてくれる。高村さんもコンビニから大丈夫かと時々差し入れを持ってきてくれる。かつては鋭い目で俺を睨んだ彼が、今は体力勝負だろと栄養ドリンクを押し付けてくるのだ。思わず、ありがとうございますと頭を下げると、別に礼はいらねえよ、とそっぽを向く。その照れくさそうな顔に苦笑が漏れてしまう。桜病院のコンビニで患者を気遣って薬を勧めていた頃とは立場が変わる。だが、あの時の人を救いたい気持ちだけは、そのまま胸に残っている。もう二度と後ろを振り返らなくてもいい。俺はこれからも人を救うためにここで戦うんだ。そして、隣には、遠く廊下の向こうから白衣の裾を翻しながら朝比奈先生が小走りにやってくるのが見える。彼女が笑顔で、おはよう、と手を振るその瞬間、俺はそっと微笑んだ。過去の痛みも苦しみも、嘘偽りなく自分の一部として抱えたまま前へ。ここが俺の新しいスタートだ。